珍しく単体の製品レビュー動画です。今回レビューするのはこちら、シュワルベおよびダイアテックのクリックバルブセットです。単体じゃないじゃん。まあまあ、普通の普通式バルブのコアを交換することによってワンタッチ式の専用ポンプヘッドが使えるようにするものです。前もポンプヘッド買ってなかったっけ？あれが期待したほど良くなかったからね。まだポンプヘッド難民やってたわけ。最初に簡単に導入方法と使用感、次に構造の解説とよくある疑問点について、最後に総評って感じでいきます。始まるよ。クリックバルブ導入用のキットはだいたいこの2種類が出回ってるんだけど、今回アシが最初に購入したのはダイアテックさんのクリックバルブスターターキットです。でも結局両方買ってるのね。それについては後で話します。クリックバルブのバルブコア2つと専用ポンプヘッドアダプターが付属して2900円でした。物さえ揃っていれば導入は簡単で、まず既存の普通式バルブからコアを取り外し、代わりにクリックバルブ用のコアをねじ込みます。ちなみに工具もついてきました。次にポンプ側のベ式ヘッドに専用ポンプヘッドアダプターを取り付けます。ベ式は自動車やオートバイに広く使われている形式です。これで導入完了。使用方法はかなり簡単で、ヘッドをバルブに差し込むだけ。あとは普通に空気を入れられます。外す時も引っ張るだけです。追加のロックとかは特にないけど、ほどほどの硬さで保持されているので、すでに2ヶ月くらい使ってるけど、勝手にすっぽ抜けたことはないです。この時点で使用感としてはかなり良いと感じていました。以前購入したポンプヘッドもワンタッチを歌っていて、理想的にいけば同格だけど、実際は成功率がまあよろしくない。下手くそなだけ説もある。クリックバルブに関しては0か1かって感じなので、基本的には失敗しようがないって感じです。ちょっと簡単に構造を解説しましょう。まずバルブコア側、通常の普通式コアと並べておいています。上の方のくびれはポンプヘッドと合体するための部分ですね。内部にピンが見えて、これを押すと流路が開放されます。内部パーツが上下することによって流路が開閉されるという基本的な仕組み自体は従来の普通式バルブと一緒です。違いは内部にバネが仕込まれていて、自動的に流路が閉じるとこぐらいでしょうか。ここら辺はベ式バルブによく似ていますね。次にポンプヘッドですが、かなりシンプルです。内部に流路を開くための筒と、バルブを保持するためのボールが4つあるだけです。コアだけをポンプヘッドに差し込むと、何が起きているのか分かりやすいですね。奥まで差し込まれると、ロックと同時に流路が開きます。こんな感じで、特に斬新な機構が使われているわけじゃないので、新企画とはいえ、耐久性や信頼性に対する不安は少ない方かと思います。次、質問コーナーです。バルブは普通式からの変換なのに、ヘッドはベ式からの変換なの？そうです。普通に考えたら、これを買う人の手元には普通式用のポンプがあると思うんだけど、今のところ普通式ヘッドからの変換アダプターは販売されてないかと思います。ベ式からの変換か、あるいはホースに直接接続する専用ヘッドからの選択ですね。普通式用の空気入れは結構な確率でベ式にも対応してるけど、必ずしも対応しているわけではないので、この辺はいまいちですね。特に携帯ポンプは普通式専用が多いのではと思います。少々細いとはいえ、普通式ヘッドからの変換が不可能とは思えないのですが、大いなる力が働いているのかもしれません。普通式ヘッドからも空気が入れられるって聞いたけど、普通式ヘッドからの変換ができなくても、普通式ヘッドから直接空気を入れられるから問題ないよって話ですね。公式にはそういうことになっています。と言っても、普通式ヘッドもいろいろですから、うちにあるポンプヘッドを集めて調べてみました。まず、ここら辺は普通式バルブコアのネジを利用するタイプだから使えません。そのネジがないからね。
ネジはないけど太さ自体はほぼ同じなので、ネジに依存しないタイプならとりあえずつきますし使えます。でもちょっと問題があります。このバルブヘッドの場合、つくにはつくんですが、内部に流路を開放するためのピンがないからバルブは閉じっぱなしです。ポンピングすれば空気圧で開くので使用可能ですが、その分余分な力が必要です。特に内圧が低い時に差が顕著です。フロアポンプなら我慢して使えないこともないし、かなり重くなるけど比べなければ気がつかないかもしれません。ハンドポンプだと致命的に重く、実用に耐えなそうです。こんなに。あと、流路が常時開放されない関係で圧力計がまともに働きません。こっちの方が困ります。うちにあるもので唯一問題なく使えたのはこのレバータイプのものだけでした。これはベ式と兼用のヘッドのためか、内部にバルブ開放用のピンがあるので、これでクリックバルブも開くことができたようです。とまあこんな感じなので、普通式ヘッドでも使えるってのはあまり期待しない方が良いかと思います。なんで2セット買ったの？結局普通式ヘッドでは限定的にしか使えないので、自宅用と携帯用で2つ必要と思ったからです。実際は同時に買ったわけじゃなくて、先にダイアテックの製品を買ってある程度使えそうと思ったからシュワルベの方も買いました。どっちの方が良さそう？大して変わらないです。バルブコアは多分全く同じもののパッケージ違いです。ヘッドアダプターはダイアテックがアルミボディ、シュワルベが樹脂ボディで少し長いって違いがあります。ダイアテックは質感が少し良いです。シュワルベはぶつけた時に相手に傷をつけにくそうなのが良いですが、いつかネジの部分が折れそうで少し怖いです。使用感はほぼ同じです。アーシはホースが跳ねてホイールにぶつけても安心なシュワルベをフロアポンプ用、コンパクトなダイアテックを携帯用としました。結局いくら使ったの？結構使ってます。ダイアテックのセットが2900円、シュワルベのセットが2700円。実は携帯ポンプが普通式専用だったから、それも買い替えてて4600円。合計で約1万円です。ちなみにバルブコアのみ追加しようとすると、2個セットで1400円くらいです。他に何か言いたいことは？電動ポンプと相性が良いと聞きます。電動ポンプは持ってないからわかんないけど、コンプレッサーとの相性は確かに良いです。3秒で空気が入りますね。総評ですが、機能的にはかなり優れていると思います。スピード、確実性、作業難易度、どれをとっても今までのバルブシステムを凌駕しているように感じました。今までのシステムには基本的に全て曖昧な部分があり、作業のコツみたいのがありましたが、クリックバルブには一切ありません。特にこの部分が革命的かと思います。よくわからない新興企業ではなく、大手メーカーのシュワルベが推進しているのも安心感があります。今のところ高コストですが、構造的にはそれほどコストがかかるようには見えないので、普及すればある程度のコストダウンが期待できるのではないでしょうか。特にポンプヘッドは現時点よりかなり安く作れると思います。でも現時点での導入コストはやはりメガなポイントになりますね。スターターキットの3000円弱で済めばまあいいのですが、安全快適に使おうとすると出費がかさんでいきます。アーシの場合はとりあえず1万円でした。コア交換できないチューブも多いので、チューブごと交換となるとさらに出費がかさみますね。冷静にこの金額の価値があるかと言われると、まあ微妙です。ネガティブに言っているのではなくて、本当に微妙なラインかと思っています。で、これは使い続けるつもりなの？今んところそのつもりです。
初期費用はまあまあ痛かったけど、ランニングコストは気にするほどではなさそうなので、特にやめる理由はありません。物は良いので、新しいもの好きな人は試してみてください。もう言うほど新しくないぞ。慎重な人はまだ様子見でもいいかと思います。でも、どうせ買うなら概要のリンクから買ってね。こら。というわけで、珍しくレビュー動画でした。他にも買い物してないわけじゃないので、近いうちに2026年上半期お買い物まとめみたいな動画も作ろうかなって思ってるので、投稿したらそちらも見てくださいね。それじゃ、バイバイ。バイバイ。